この世界は仮想のプログラムかもしれない。突然ですが、こんなことを感じたことはありませんか？この場面、前にも体験した気がするというデジャブや、みんなが覚えている出来事が少し違っている、マンデラ効果。もしこうした記憶のズレが、実はこの世界が何かのシミュレーションである証拠だとしたら。皆さんこんにちは。フィクションミステリー系考察チャンネル、もしもの世界へタイムジャンプの時間です。このチャンネルでは、巷で噂のもしもの説、未解明の謎、もしもの世界の可能性を深掘りする動画をお届けしています。面白そうと心揺さぶられたそこのあなたは、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。本日の物語では、私たちの現実は高度な文明が作った実験場に過ぎないというシミュレーション仮説の可能性を考察していきます。信じがたい話ですが、私たちが見ているこの現実も何者かによって作られたシミュレーションかもしれないのです。オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロムが提唱したこのシミュレーション仮説を深掘りしていくと、日常が少し違って見えるかもしれません。信じられない話かもしれませんが、いくつかの根拠が示されています。この動画を最後まで見た後、あなたの現実の捉え方が変わるかもしれません。それでは一緒に、もしもの世界の謎を考えてみましょう。シミュレーション仮説とは、現実と見分けがつかないほどリアルな仮想空間が、もし未来で作られたらどうなるでしょう。この考えを深めたのが、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロムです。彼のシミュレーション仮説によれば、私たちの住む現実も実は誰かの手によって作られたシミュレーションである可能性があるというのです。この仮説は次の3つの前提に基づいています。1つ目は高度な文明がシミュレーション技術を確立する可能性があること。2つ目はその文明が膨大な数のシミュレーションを作る可能性。そして3つ目、もしその技術が実現されているなら、私たちもそのシミュレーションの一つの中に存在する確率が高いという結論です。想像してみてください。私たちが誰かの設計したプログラムの中で生活しているとしたら、この発想が現実の見え方を大きく変えてしまうシミュレーション仮説の核心なのです。シミュレーション仮説の証拠。それでは、シミュレーション仮説を裏付ける証拠にはどんなものがあるのでしょうか。いくつかの科学的な現象が、この仮説を支持するものとして挙げられています。まずは量子力学の観測問題。量子の世界では、観測されているかどうかで粒子の振る舞いが変わります。例えば、観測される瞬間に位置が確定する粒子があるのです。まるで見られていないときは省エネモードになっているように思えませんか。そして、宇宙にも最小単位が存在します。プランク長と呼ばれるこの単位よりも小さいスケールでは、現実の存在が成り立たないのです。まるでデジタル画面のピクセルのように、私たちの世界も最小単位で構成されているかもしれません。そして、もう一つ身近な例がマンデラ効果やデジャブです。私たちが覚えている記憶が事実と違ったり、初めて訪れた場所でここに来たことがある気がするという感覚が、実はシミュレーションのバグなのかもしれません。これらの現象をシミュレーション仮説から見ると、日常の中にも現実のひびが隠れているように思えてきませんか。有名人とシミュレーション仮説。シミュレーション仮説に興味を持つのは、実は私たちだけではありません。この仮説に関心を寄せる著名人も多く、例えばテスラ CEO イーロン・マスクもその一人です。
彼は技術が進化すれば、現実そっくりの仮想空間を作るのは時間の問題と考えており、私たちもすでに誰かの作ったシミュレーションの中で生きているかもしれないと語っています。さらに、天体物理学者ニール・ドグラース・タイソンも 50% 以上の確率でシミュレーションの中にいると示唆しています。こうした有名人や科学者たちが本気で語っているからこそ、シミュレーション仮説が単なる SF の話ではないと感じられるのです。また、映画マトリックスもこの仮説の影響を受けた作品として知られています。赤い薬を選び、現実の真実に迫ろうとする主人公のように、あなたも自分の世界の裏側を知りたくなるかもしれません。あなたならどちらを選びますか？ぜひコメント欄で教えてください。この仮説が現実である可能性。もし私たちの住むこの世界が本当にシミュレーションだったらどうなるのでしょうか。想像してみてください。私たちはただのプログラムで、もっと高度な存在がこの世界を設計し、運営しているのかもしれません。この可能性を踏まえると、シミュレーションの外に何があるのかという大きな疑問が湧いてきます。例えば、ゲームのキャラクターが外の世界を知る日が来るとしたら、私たちも同じように、与えられた環境の中でしか生きていない可能性があるのかもしれません。そして、このシミュレーションを誰が作ったのかも興味深い謎です。未来の人類が過去の歴史を再現するために作ったシミュレーションなのか、それともはるかに発展した異星人が研究の一環として私たちを作り出したのか、あるいは神のような存在が宇宙全体を設計しているのかもしれません。こうしたシナリオを考えると、私たちが現実と考えているものは、全く別の次元の物語である可能性が見えてきます。あなたなら、どのシナリオが現実的だと思いますか？シミュレーション仮説は、私たちの人生や現実そのものを再考させるきっかけになるかもしれません。シミュレーション仮説が真実かどうかは確かめようがないかもしれません。しかし、この仮説を知ることで現実の捉え方や日常の見方が少し変わるかもしれません。もし私たちの生活が誰かによって作られたものであるなら、私たちが感じている出来事や感情も全く異なる意味を持つかもしれません。この仮説が現実でないとしても、こうして普段の視点を揺さぶってみるのも悪くないと思いませんか？あなたも日常の中にある現実のバグを見つけられるかもしれないのです。次回ももしもの世界を考え、さらに驚きの世界の可能性を探る物語をお届けします。この動画が面白かった、役に立った、次の動画も見たいと思っていただいた方は、次回も見逃さないようにチャンネル登録ボタンと高評価ボタン、そしてベルマークをIRワンタップでポチッと押してください。ぜひ仮説や感想などコメント欄でのご意見もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。